こんばんは。今日はこれから夜ご飯を作ります。今日はちょっと肌寒いので、そんな日に食べたいのが北海道クリームシチューです。私よくシチューとかカレーとか作るんだけど、シチューはいつもこの北海道シチューを食べてます。カレーだったらバーモントカレーですね。シチューの上にゆで卵を乗せたいので、レンジでゆで卵も作ります。だいたい500ワットで7分いつも温めてます。カレーとかシチューとか煮物を作るときは最近はずっとストーブを使ってます。ストーブで作ると野菜が柔らかくなる時間が早くてホクホクに美味しく仕上がるので本当にいいお鍋です。ただちょっと重いのが難点かな。大きさもこれぐらいあるから私のキッチンだとどうしても収納場所がなくてここに置きっぱなしになっちゃってます。でも見た目が可愛いから置いてるだけでも可愛いんだけどね。材料が鶏肉と玉ねぎ3つ、人参。この人参は無印で買った。この袋に野菜を入れると結構長持ちしてくれるからもうそのまま野菜はポイって入れちゃってます。じゃがいもは2つ入れようかな。コストコで買ったじゃがいもと、あとはルーです。ブロッコリーは最後の方に入れます。あとは牛乳の代わりにいつも豆乳でルーを溶かしてます。皆さんの今日の夜ご飯は何でしょう。2月は雪が降る日があったりとか結構寒かったですよね。寒いとやっぱり湯船に入りたくなっちゃうじゃないですか。それで今月は私たちめちゃくちゃ湯船に入ったんですよ。たくさん入ってたって言っても雪国の人とかすごい湯船が大好きっていう人に比べたらまあそれほどではないと思うんだけど、2日に1回とか3日に1回とかかな。寒い期間はそれぐらい入ってました。沖縄で生まれ育ったから湯船に入るっていう習慣があんまりなくて、沖縄にいた時もすごい寒い日とかは入ってたんだけど、でもこっちに来てから結構入るようにはなったかな。でおいちゃんが湯船がめっちゃ好きな人だから、湯船とか温泉とかもね好きだから私も入るようになりました。で最近もね湯船に入ってて、私いつも湯船に入る前に水をコップ1杯飲むようにしてるんですよ。できるだけたくさんの水を飲んでお風呂に入るようにしてて、でその日がどうしても早めに終わらせたいっていう動画の編集があったから湯船に入りながらゆっくり編集してたんですよ。いつもの3倍くらいの長さでお湯に浸かってて、途中からなんかクラクラし始めちゃって、それでやばいかもって思ってどうにかお風呂上がって、その後水もたくさん飲んだんだけど、多分もうその時には手遅れだったのか結構気持ち悪くなっちゃって、これがお風呂でのぼせるってことなんだっていうのが分かりました。今までもちょっとのぼせたかもくらいの感覚でのぼせたことはあったんだけど、こんなにひどくなるとは思わなくて、鏡で自分の顔を見たら顔も真っ白で唇も真っ青になってて、スキンケアと歯磨きだけはして、髪は途中までは頑張って乾かしてたんだけど、もう早く横にならないとって思ったから髪が半乾きの状態ですぐベッドに行っておいちゃんに助けを求めました。でそこからの行動で私がダメだったところがあって、最初は体がほてってたんだけどだんだんとめちゃくちゃ寒気を感じて、それでもうその時はベッドにいたから羽毛布団にくるまって体を温めてたんですよ。そしたらね、近くにいたおいちゃんがそれを見て「もうダメだよ」って言って、のぼせた時は体を冷やさないとって言われて、そこから窓を開けて空気を換気したらだいぶ良くなってきて、でもしばらくは横になって安静にしてましたっていうことがあったから、長風呂って良くないなって思って、でもそれからは長く湯船に入るってことがちょっと怖くなっちゃって、できるだけ早めにお風呂から上がるようにしてます。だけどどうしても今
今日はちょっとゆっくり湯船でリラックスしたいなっていう時は飲み物をお風呂場に持ち込むようにして、でちょっとずつお水を飲みながら入ってます。あとは10分ぐらい湯船に浸かってたら、その後ぬるめの水で体を冷やして、あと調べたんだけど頭を冷やすのが結構いいみたいで、冷たい水で頭をできるだけ冷やして、でその後に体がちょっと冷えてきたなって思ったらまた熱い湯船に浸かってっていう入り方をしてます。今まで湯船の入り方とかもそんなに気にしたことなかったから、今回のですっごい勉強になりました。じゃあ次は鶏肉を切っていきます。鶏肉は野菜を一旦全部切った後に切ります。今回鶏肉は2キロ入ってるタイプを買ったんだけど、2キロ一気には使えないから、まずは夜ご飯で1回でこれぐらいかな使って、で残りは全部一口サイズに切って冷凍してます。最初で切っておくと後から料理する時にわざわざ鶏肉を切らなくて済むから平日助かります。私はできるだけ脂身は取るようにしてる。全部具材を切り終わったのでストーブを温めておきます。蓋をするので水は 600ml 入れます。沸騰して約15分くらい煮込みます。シチューを煮込んでいる間に今日買ってきたトマトを保存します。今洗ったので水気をよく取って、キッチンペーパーを敷いた容器にトマトを移し替える。こうすると長持ちする。私が今日スーパーで買ったトマト、茨城県産なんだけど、自分のゆかりのある地域の食材を見つけたらなんか買っちゃいたくなりますね。茨城はそもそも野菜農家が多いのかな。あとは沖縄のオクラとか見つけても買っちゃうし、最近だと愛媛のみかんも買いました。旅行で行った地域の食材がスーパーであるとなんか嬉しくなりますね。これでトマトは多分4日ぐらいは持つかな。4日か5日くらいまでは持たせたい。たまにお弁当を作る時もトマトを入れると一気に彩りが良くなるからトマトはよく買ってますね。めっちゃ美味しそうなトマト。ルーを溶かして入れます。いやー、もうすでに美味しそう。豆乳をかき混ぜて、冷凍していたブロッコリーを入れます。よし、これであと5分くらい煮込んだらもう完成です。めっちゃ早い。本日もご視聴いただきありがとうございました。